こんにちは、けいこです。今日は立ち上がらない太陽礼拝の紹介です。通常の太陽礼拝は動きが激しくて、私のように股関節の可動域が狭い人には股関節への負担がかかる動きとなってます。ですので、股関節に負担がかかるポーズはかかりにくそうな、また負担をコントロールできるポーズに置き換えています。各ポーズ10秒から20秒ずつゆっくりとご自分の体の具合やペースに合わせて調整してください。まず膝立ちして両手を胸の前で合わせます。この時肩を縦に横に開きます。次に息を吸いながら下腹部と腰を伸ばしながら両腕を上に高く上げます。首がすくまないよう首を伸ばして耳と肩の間を大きく開けましょう。次はもし椅子があれば椅子の座に肘先を乗せ上半身を前に伸ばします。なければダウンドッグのポーズをしましょう。お腹のお肉が落ちないように背骨側にくっつけて下腹部と腰を伸ばします。次は右足を前に出して膝立ちをします。その後上半身を右にひねって後ろ足のもも前を伸ばすのを意識します。お尻がずれないようにしたまま左下腹部を右側にひねります。次は左足です。右膝を引いて左膝を立てます。私は左股関節の手術をして左足の踏み込みが弱いので、左足先を少し膝前に出しています。この方が踏み込みやすいんです。下腹部の動きにお尻がつられないように足腰はしっかりと固定したままです。次は軽くダウンドッグで体を整えてから片足ずつももを真後ろに上げます。膝は床に向けたままでもも内側を持ち上げましょう。この時伸びを感じるのは上げた足のもも前と下腹部です。両手とともに床で支える方の足はかかとを上げてつま先立ちにしてもいいし、かかとを下ろしても構いません。どちらでもいいので、もも前と下腹部が伸びる角度で伸ばしましょう。ここから次に足を下ろしてダウンドッグのポーズで一度手足、四肢の使い方を整えます。この時左右の肩の開き具合や左右の膝の伸び具合の違いなどを確認しておきましょう。次は通常の太陽礼拝ではかなりハードな股関節の屈曲のポーズなので、人工股関節後方形術を受けた人には体への負担が大きいので代替のポーズをします。よく似たポーズなんですけれども、足の使い方が違う2種類のポーズを用意しました。最初は A の足の形からしてみましょう。 B はですね、上の方の足を外旋させるので、私たちのような後方形アプローチを受けた人間にとってはしばらくかなりやりにくいんですね。ですからまずは A の方からスタートしましょう。まず A からです。ダウンドッグから体を横に向けて開きます。床に置いた手は床を押し返し、上に伸ばした手は体を上に引っ張るように伸ばします。腰がくの字に曲がらないよう
床に近い脇腹を意識して伸ばします。普段右利きの人は左手で体を支えるときは結構不安定で体がグラグラするので、そうならないように気をつけてしっかり左腕で支えましょう。そしてこれが B タイプ。これも A タイプと同じく片足の一部で床を踏み込むことで体全体を支えやすくなります。ただこの足の使い方は股関節の外旋力と内ももの筋力も必要なんです。まだ手術して時間があまり経っていない頃っていうのは左右の脚力差が大きな段階ですよね。その段階では手術をした方の足がこのポーズではうまく機能しません。ですので左右の足の差が縮まってからこの B タイプに挑戦してみてください。最後は両足で膝立ちになり腕を高く上げましょう。脇腹を伸ばし脇の下も縦に開くことを意識しましょう。可能であれば上腕の位置は耳の後ろまで持っていきましょう。肩甲骨下部を背中に埋め込むように肩甲骨を傾けて上背を起こしましょう。そして正座をしてここで終わりです。ここまでが立たない太陽礼拝の一巡です。今回も一般的に動画やウェブサイト、またスポーツクラブで紹介される太陽礼拝の変形版を紹介しました。股関節への負担が大きなポーズの代わりにひねりや腕や肩などの筋肉を強化するポーズを採用しています。1巡目はまだ体がこわばっていてバランスが取りにくいと思います。股関節周辺だけではなく体の他の部位の癖や偏り、こわばりなどを観察しましょう。1巡だけで終わっても大丈夫です。時間や体力に余裕があるようなら2巡目、3巡目と回数を重ねてみましょう。本日もご視聴いただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。またね。